どうもリュウジです。今日の動画なんですけど、こちらですね。よいしょ。こちらがですね、ピークデザインっていうブランドのトラベルバックパックの45リットルのバックパックになるんですけど、こちらをですねちょっと紹介していこうかなと思います。で、今日の動画はかなり長くなると思います。というのも、このバックパックの詳しいレビュー動画っていうのが最近上がってないんですよね。このバックパック購入してから約1年ほど経ってるんですけど、このピークデザインのトラベルバックパックの45リットルのモデルですね、こちらを購入検討している方の少しでも参考になればなと思ってるので、僕がですね紹介できる部分っていうのは全て紹介していこうと思ってます。結構細かい部分も紹介していくので長くなるとは思うんですけど、興味ある方はね是非最後まで見ていってください。では早速紹介していきます。はい、ではこちら外観チェックしていくんですけど、製品の本当に細かいスペックとかっていうことに関してはホームページ等を見ていただいた方が詳しくわかると思うので、そちらに関してはホームページとかを見てください。で、こちら表面の生地に関しては400デニールのナイロン繊維が使われててですね、多少の撥水性能もあるので、ある程度の小雨とかだったら、特にカバーとかせずにねこれで、しのげると思います。かなり厳しい雨とか雪の環境下で使う時に関しては別途ですねレインカバーっていうのも販売してるので、そちらをね、使っていただいたらいいのかなと思ってます。で、このジップの部分に関しては止水ジップになっているので、多少の雨であればここから雨が侵入することはないかなと思います。大雨の時に関してはレインカバーつけた方がいいと思いますので、そこはねご自身の判断にお任せします。で、このバックパック、収納部分とかポケットとか、あとは拡張機能とか、その他のギミックとかっていうのがかなりね多いんで、一応ね全部把握してるつもりではあるんですけど、それらをねちょっと紹介していこうかなと思います。で、このバッグ持ち手がですね5箇所あるので、1個この背中の部分とかですねこんな感じでついてるんで、このまま移動したり、あとは上下にもついてますし、こんな感じでね持つこともできるので、結構ねいろんな持ち方ができるのもいいですよね。この横の部分にもついてるんで、こっちも同様ですね。こんな感じで持ち手の部分がいろいろついてるので、移動する時とかにですね結構いろんな持ち方できるんで、これがですね結構便利やなと思います。一般的なバッグだとこの上の部分にですね持ち手が1つついてるだけだと思うんですよね。これに関してはちょっと背面側にあるんですけど、結構ですねこの上の部分の持ち手だけだと移動する時に結構揺れちゃって、なんかね負担が結構大きい気がするんですよね。でもこのバッグに関しては横とかですねこんな感じで持てたり、あとはこの背中の背面の部分ですね、この部分に持ち手があるので、この持ち方っていうのがね結構楽に移動できるんで、僕はねこれが結構気に入ってます。なので合計持ち手がですね12と34で、そこの部分に5ですね、合計5箇所の持ち手の部分があります。で、このバックパック拡張と縮小することができて、合計3パターンのサイズ感っていうのがあって、今この状態がですね35リットルのサイズ感になります。ここからですね30リットルの形にするには、カバンの上部の部分にここにスナップボタンがついてるんですよね。左右にここ1、2と、反対の方にもここに1、2と4つあるんですけども、ここのボタンをですねそれぞれ止めることができるんですよね。内側が分かりにくいかもしれないんですが、こんな感じのスナップのボタンになってるんで、これをねこんな感じでそれぞれ合わせることによって、こんな感じで上の部分が縮小されて、30リットルになる形になります。ここですね、この部分を止めてあげるとこの上の部分が縮小されるんで、今この形がですね30リットルになります。で、今度は逆に大きくする時ですね45リットルの形にするには、上のボタンは外してもらって、外側の部分にここジップがついてるんですよね。この2箇所ジップがついてるんで、これをそれぞれ上の方まで持っていってあげると、こんな感じでね開いていくんですよね。もう片方も、開けていくんですけど、ここの底面のジップですね、ここをこういった感じで上まで持っていってあげると、こんな感じで約5センチぐらいですかね幅が、拡張されるんですよね。ここの幅ですよね、ここの幅、これ今開いてる状態ですけど、閉じるとこんな感じで、収納されるんで、狭くなると。で、開けてあげるとここがガバッと、約5センチほどですね幅が広がるんで、横から見ると分かりやすいと思うんですけど、これが今ね45リットルの状態です。単純にここの厚みが増すので、中に収納できる量っていうのが増えるっていう感じになります。はい、では実際に背負ってる時のサイズ感っていうのを見ていただきます。こちらの状態がですね現在35リットルの状態で背負ってます。縮小も拡張も何もしてない、標準の状態のサイズ感です。いかがでしょうか。こちらがですね35リットルの状
態で背負ってます。僕がですね身長が約175センチ、体重が約60キロで、痩せ型の体型ですかね。それぐらいの、身長と体重の感じです。背負った時のサイズ感はいかがでしょうか。ショルダーの長さに関してはここのね、ベルトの部分を下に引っ張ってあげると簡単に、引き上げることができます。よいしょよいしょよいしょ。これがですねショルダーの長さを結構限界まで上に引き上げた時の、高さの感じです。これが一番上ぐらいまで引き上げた時の、サイズ感です。いかがでしょうか。こんな感じです。今度はショルダーの長さを一番長く、してみます。よいしょ。こっちもやります。よいしょ。はい、これがですねショルダーの長さを一番長くした状態の、背負った感じです。いかがでしょうか。こんな感じです。こんな感じです。はい、今度はこれがですね、縮小したバージョンですね。これが現在30リットルの状態で背負った感じになります。いかがでしょうか。上の部分のねスナップボタンをパチッと止めることによって、30リットルに縮小することができます。こんな感じです。いかがでしょうか。ここですね、この上の部分のスナップボタンを止めることによって上の部分の厚みが縮小されるので、この横から見た時にですね横の厚みですね、上の部分の厚みが縮小されるので結構横から見た時に薄くなったなっていう印象はあると思いますが、いかがでしょうか。あんまりね荷物がない時はこれぐらいの厚みで持っていただく方が、街中で見る分にはいいのかなと思います。若干でかいバッグ背負ってるなっていう感じになるかなと思います。今度はですねこの状態がですね、45リットルの状態になります。一番大きくバッグを拡張した時のサイズ感になります。こちらが45リットルの状態で背負ったサイズ感になります。いかがでしょうか。この状態で背負う時に関しては中にね結構荷物パンパンに入ってる時に使うと思うので、若干ね中に適度に厚みが出るように今荷物を入れてる状態になります。いかがでしょうか。やっぱりですねこの横の厚みですよね、ここの部分の厚みが増すので、かなり横から見た時に厚みのあるバッグを背負ってるなっていうのはどうしても出てしまいますよね。これが現在45リットルの状態で背負ってるサイズ感になります。サイズ感いかがでしょうか。こんな感じです。はい、次は各ポケットとかっていうのを紹介していきます。まずはここの背面の部分の上の方にここに一つ収納スペースっていうのがあります。割と深さは手の甲が入るぐらいにはありますね。ここに一つあるのと、であとは同じくこの背面側の部分の下側ですね、下側の部分にこんな感じの隠しポケットみたいなのがあります。ここはですねマグネットでくっつくようになってます。この中はね結構深さがあってですね、ここの使い方に関しては別売りのねレインカバーっていうのがあるので、それをね収納する部分に使ったり、あとは単純にレインコートとか、タオルとか入れたりすることもできるかなと思います。でここの中にはですねこの純正のベルトですかね、ピークデザインの純正のベルトっていうのがついてます。これの使い方に関してはまた後で紹介します。であとは左右にポケットがあるんですけど、まずこの右側の部分に、ここですね横に見えにくいんですけど収納スペースがあります。ここの深さも手の甲が入るぐらいの深さになってます。あとは反対側ですね、反対側にも同じく、収納スペース、ここに同じような収納スペースがここにあります。でこちら側には見にくいと思うんですけど、ここにねなんかタグがついてるんですけど、なんかここはねベルクロでバリッと剥がすタイプの収納スペースになってるんですけど、ここが何かっていうとなんか身分証とかを入れておくスペースみたいなんですけど、購入した時に付属でねこの ID カードみたいなのがついてるんですけど、僕はそれねちょっと使わんなと思って捨てちゃったんですけど、なんか万が一の時に自分のバッグですよっていう風に証明するようでここにその ID カードを入れておくみたいな感じのスペースみたいです。なんか別途カードとか入れておいてもいいのかなと思います。僕はここのスペース使ったことはないです。あとは左右に、収納スペースというか、こんな横に入れる部分ですね、三脚とかペットボトルとかを入れる部分が、備わってるって感じですね。ここに関しては左右同じ感じになってますね。はい、次は先ほど紹介したここのベルトの使い方ですね。
これですね、ここのベルトの使い方なんですけど、これはね、取り外すことができますね。こんな感じで取り外すこともできるんですけど、これがですね、こんな感じのフックになってるんですけど、バッグにですね、それぞれ引っ掛けるとこがあるので、そこに引っ掛けて使うようになってるんですけど、そのバッグに引っ掛ける部分っていうのがかなりありまして、一つちょっと紹介しておくと、こんな感じの引っ掛けるところがあるんですけど、別でインサート入れてるとは思うんですけど、そこに引っ掛けて使う感じになるんですけど、何個か使い方紹介しておくと、背面に関してはこんな感じでクロスさせておいてですね、ここにですね、何でもいいんですけど、上着とかなんか三脚とかでもいいですし、ちょっと黒黒で分かりにくいかもなんですけど、移動してる時に暑かったりしたらこういった感じでね、上着をこの部分に仮止めしておいてこのままね移動できるんで、結構この使い方はね便利で僕はよくしてます。あとはこの横の部分に三脚とか入れる時ですね、こういった感じで三脚を入れて、この状態のままですね、こちらから引っ張っていって、ここにも引っ掛ける部分があるので、ここにフック引っ掛けて、あとはこれ簡単に長さ調節できるので、こんな感じで縛ってあげると三脚をですね簡易的に固定することもできますし、ここの横の部分の収納スペースに関してはこの内側にもフックをかける場所があるので、ここにね通してあげて、ここの部分で固定することによってちょっとね長めの三脚とかっていうのもしっかり固定することができるんで、しっかり固定したい場合はここの部分を使ってあげると結構しっかりね固定できるんでおすすめです。今紹介した使い方だけじゃなくてですね、その引っ掛ける部分っていうのが結構ありまして、この背面の部分に4箇所と、あとは左右に1箇所ずつと上の方にもねここにもあったりして、であとは背負った側の部分ですね、その内側の部分にもちょっとあったりするんで、あとはこの底の部分にも2箇所ついてたりするんで、使い方に関しては本当いろいろできると思うんで、その時の用途に合わせて使えるのかなと思います。はい、でこちらのバックパックなんですけど、ショルダー部分に関してはこの背面の部分ですね、背中に当たる部分にここにですねこんな感じのフラップがついてるんですけど、ここがねマグネットでパカパカ開くようになってるんですけど、この中にショルダーっていうのを収納することができるようになっててですね、使わない時はこの中にね入れておけるので、荷物預けたりする時とかスーツケースにこう挟み込む時にですね、このショルダーの部分がブラブラしないので、ここの機能っていうのは結構考えられてるなって思います。厚みに関しても結構しっかりしてるのでクッション性っていうのはあるかなと思います。この肩の部分に関してはここがね可動式になっているので、しっかりね肩と体にフィットするような感じになってます。でチェストストラップもしっかり付属しててですね、これもですねこんな感じでフックになってるので、こんな感じで引っ掛けて使うような感じになってます。このチェストストラップに関してはこんな感じで取り外し可能になってます。僕は使わない時はこういった感じで片方に寄せておいて、使う時にはこういった感じで外してこっちに取り付けるという感じですね。ここの着脱っていうのも比較的スムーズにできるようになってます。でさらにこのフラップの中にですね、まだこういったベルトがありまして、こんな感じのベルトがね中に入ってるんですけど、このベルトはですねしっかりバッグを腰の部分で固定することができるようなベルトになってます。ここも固定する部分に関してはこんな感じのフックになってます。こういった感じでここに通して固定する感じになってます。長さもね調節することができます。でこのベルトの片方にはこんな感じの小さいジップがついてて、ここにもね小物を入れれるようになってます。反対側の方にはこんな感じのなんか仕切りみたいなのがあるんですけど、ここにはですね別売りのキャプチャーとか、あとはなんかレンジポーチって呼ばれるものもあるんで、それをですねここに取り付けられるようになってます。でここのベルトに関しても使わない時はね先ほどと同様ここのフラップの内側にねしまえるので、使わない時はねこんな感じでスマートに収納できるようになってます。ショルダーの部分に関しても同じピークデザインのキャプチャーっていうのはこんな感じで取り付けることはできます。このキャプチャーっていうのを先ほど紹介したウエストベルトですね、この部分に取り付けて使うこともできますって感じですね。はい、ではこのバッグのチェストベルトとあとウエストベルトをちょっとお見せしておくと、こうですね、まずこっちはチェストベルトになるんですが、これ使う時はですねこう片方外していただいて、もう片方の方にこっちのフックを引っ掛けて使うっていう感じですね。こんな感じです。締める時はここをですねこういう風に引っ張っていただくとかなりグッと締まるようになってます。逆にここの締め付け具合を緩めたいっていう時はここの金具をですね上に引き上げると簡単に緩めることができます。実際に背負ってる時はここの部分で簡単にね調節できるんで、中の荷物の量とかによって締め付け具合を簡単に変えれるようになってますね。こんな感じで、はい。
でここの金具を引っ掛ける箇所に関しては何箇所か高さを変えられるので、ご自身の一番しっくりくる箇所に引っ掛けて使ってもらう形になります。これはですね反対側も同様ですね、同じ感じになってます。はい、次はここのウエストベルトっていうのもあるので、こちらをちょっと出していきます。ウエストベルトに関してはこの背負った状態のままでも、引き出せるようになってるので、こんな感じで出せるようになってるので、反対側も同じですね。はい、ではウエストベルト使う時はこちらもですねこんな感じの、フックで引っ掛けるタイプになっているので、これをですね反対側と連結させて、引っ掛けて使う感じになります。こんな感じですね。つけた感じが、こんな感じになります。よいしょ、こんな感じです。このウエストベルトを使う時はですね、がっつり荷物入った状態で長距離移動する時とかですよね、この胸のチェストベルトとこの腰のウエストベルトでしっかり固定することによって、このバッグ自体の横ブレとか縦ブレっていうのを結構軽減できるんで、結構長距離とか移動する時とかはこの2つのベルトを使ってあげることによって体への負担っていうのはね結構軽減できるんでおすすめです。でこのウエストベルトに関してもしっかりねここの部分で長さ調節できるようになってます。反対側も同じくですねこんな感じで長さは簡単に調節することができるので、ご自身のウエスト周りに合わせてサイズは変更可能になってます。使わない時はねこんな感じで背負ったままでもスマートに収納できるんで、その辺もね結構特徴でいい点かなと思ってます。まだちょっと外観の部分触れていくんですけど、こちらのバックパックですねセキュリティ面っていうのもね結構考えられているので、その辺も紹介していきます。はい、このバッグですね収納部分が多いがゆえに結構ね外側の部分にジップがねたくさんついてるんですけど、それらのジップをですね簡易的ではあるんですけどロックをねかけることができるようになってます。まずはですねこの一番背中側に近いジップですね、これですねここのジップなんですけど、ここのジップの片方に関してはこんな感じでね片方がね外れるようになってるんで、この外れてる方をもう片方の輪っかの部分ですね、この輪っかの部分に通してあげてもう一度、固定してあげると、これですねこんな感じで連結できるんで、連結してねジップが開かないようになってます。ここのジップに関してはこんな感じでロックすることができます。で次はですね先ほど紹介した一番、背中側のジップのもう一つ外側ですね、一つ外側のここのジップですね、ここのジップの部分のロックに関してはですね、まずですねこのジップをこのまま内側に入れていきます。こんな感じで内側に収納してこのまま締めていきます。締めていってですねこれをさらにちょっと開けて内側から見ていくんですけど、ここの部分をですねこのバッグの内側の上の部分の内側にですねこんな感じのちょっとね分かりにくいと思うんですけど、これもまたフックみたいな感じのやつがついてるんですけど、ここをですね先ほど外側から内側に通したジップのこのループのとこですね、ここのループのとこにこれをね通してあげるんですよ。ここでこんな感じで通すことによってこれもね簡易的ではあるんですけどロックがかかってる状態になります。これがね外側の状態なんですけど、この状態でもですねこれ開けるのはまず無理なんですけど、さらにね内側で先ほど通したことによってロックがかかってるんで、全くね引き下げることはできないので、ここのジップの部分に関してはそんな感じのロックができます。次なんですけど一番外側ですね、外側に近い部分のこのジップの部分ですよね、ここのジップの部分のロックの仕方に関してはこのバッグの右側に当たる部分にですねここですねこんな感じのループがあるので、ここにジップを通すことによってこんな感じで片方にジップを寄せてここのループの部分に通していきます。こんな感じですね。こんな感じで通すことによってここもですね簡易的ではあるんですけどしっかり下まで通してあげることによってこれをね引き上げようと思っても簡単にはね引き上がらないので、ここのジップに関しても簡易的ではあるんですけどしっかりねロックできるようになってます。あとはこの一番外側の、ここのポケットですね、ここのジップに関しては、このジップに、持ち手がついてるんでこの持ち手の部分を内側に入れてあげてこんな感じで入れてあげてこのままさらにジップを締めてあげますと、はい、こんな感じで最後まで通してあげるとジップの持ち手の部分が外側に出ないので持ち手の部分は内側に入りますし、ジップのここの、なんでつまみの部分もねほぼほぼつかめない状態なんで簡易的ではあるんですけど、ここの部分も、しっかり、セキュリティ面というかロックはかけれるようになってます。はい、メインのジップの部分の、ロックに関しては以上なんですけど、
あとはですね、このサイドの部分ですね、ここの部分にジップがあるんですけど、ここに関してはロック機能っていうのは備わってない感じになってます。ここの収納部分に関してはもともとね、隠しポケットみたいな感じなのでいらないかなとは思うのでいいんですけど、このサイドの部分もしっかりねセキュリティ対策したいよって方は、このジップの持ち手の部分をですね内側にしまって、ジップを閉めることによって簡易的ではありますけど多少の、対策にはなるかなと思います。そもそもこのポケット自体がね隠しポケットではあるんで、ここにね大切なものとかは入れない方がいいのかなと思います。この反対側のジップに関しても、ここはロックはついてない感じになってます。はい、なので主なメインの、収納部分とかのジップに関してはこんな感じでね簡易的ではあるんですけど、しっかりねロックというかセキュリティ対策はできてるので、まあなんでしょう、海外旅行とか荷物預けたりする時とか移動する時ですね、しばらくジップは開け閉めしないっていう時とかにこういった小さな対策ですけどしておくことによって防犯対策にはなるのかなと思うので、こういった機能が備わってるのも結構魅力ではあります。はい、以上が大体の外観の説明になります。なので今度は中ですね、中の収納部分について見ていきたいと思います。メインの収納部分はですね、この背中に当たる部分のジップですね、こちらを開いていただくと、よいしょ、こんな感じでパカッと開くようになってます。見ていただいて分かる通りですね、この中身に関しては何の仕切りもない一つの大きな部屋、収納スペースになってます。この大きな何の仕切りもない収納スペースになってるので、別売りでですねパッキングキューブとかカメラキューブとかっていうのを自分でカスタムして購入してそれを組み合わせて収納していくっていう風な使い方が一つ特徴にあります。でその中でですね、僕は一つピークデザインのこういったねカメラキューブっていうのを一つ持ってます。これはねカメラキューブの S サイズ、一番小さいサイズですね。こんな感じのカメラキューブっていうのを一つ持ってるんですけど、こういったキューブとかパッキングキューブとかこんな感じで入れてあげて、こういった何の仕切りもない収納スペースっていうのをご自身の用途に合わせてカスタマイズしてうまく収納していくっていう感じですね。そういったですねその時の用途に合わせてこの収納の仕方、収納スペースの使い方っていうのを自分でカスタマイズできるっていうのがこのバックパックの一つ特徴ではあるかなと思います。このまま入れちゃうと結構ね収納する量とかにもよるんですけど、結構こう自由に動いちゃうと思うんですけど、こういったクリップみたいなのが付属しているので、これをですねこんな感じでここの部分ですねクリップとかを使って留めることによってこれがですね動かなく固定することができるようになってます。このメインの内側の収納部分っていうのをちょっと見ていくんですけど、ここは一つの収納スペースになってるのと、ここですねそれぞれジップが内側に2つついてます。ここに1つ結構手首ぐらいまで入るようなスペースと、こちら上側の方はこういった感じでメッシュのポケット収納部分っていうのがあります。この中の収納スペースというかポケットに関してはこの2つになります。であとはこっちですね、この開いた側逆側の方にはですねここ PC スリーブがついてます。この中がですねパソコンとタブレットを入れれるように2つにね分かれてまして、ちょっと分かりにくいかもですが、こっちがですねパソコンを入れるスペースになってまして、その反対側にここにですねもう一つ収納スペースがあるので、こっちにはですねタブレットを入れれるようになってます。ここはね多分16インチのパソコンも入ると思います。でタブレットに関してはおそらく 10.5 インチだったかな、それぐらいのサイズは入るようになってます。はい、このメインの部分に関してはそんな感じになってます。で外側のここのジップですね、ここのジップを開いていくとこんな感じでこっちもねパカッと開くようになってます。でこっちに関しては先ほどと同様で上下にポケットがあります。下も手首ぐらいまで入るスペースがあるのと、上に関してはこんな感じのメッシュのポケットになってます。反対側に関しては上の部分はですねこんな感じのメッシュポケットになってまして、その中がですねこんな感じの小さい仕切りみたいなのがあります。おそらくペンとか収納するようなスペースが2つと、さらにその両端の部分にはですねちょっと広めの仕切りがあるような感じになってますね。はい、こんな感じですね。でその下の部分に関しても、こういった感じの、こっちはメッシュではないスペースですね。こんな感じの手の甲が入るぐらいのスペースがあります。でこっちのスペースに戻ってですね、ここがですねこんな感じでさらにジップがついてるんですけど、ここを開けていくと
こんな感じで開けると先ほどのメインの収納スペースにつながるようになってます。ここの仕切りがいらないっていう場合にはこんな感じで開けてあげて、何の仕切りのないさらに一つの収納スペースにすることも可能です。このバッグ自体はこのサイドからアクセスできるようにもなってまして、ここですね、ここのジップを開けてあげるとこんな感じで横から開けることもできるようになってます。反対側も同じようにこんな感じでパカッとね、横から開けれるようになってますね。こんな感じで貫通できるようになってます。この機能に関しては単純に横からアクセスできるのもありますし、あとはですね、先ほどのカメラキューブですね、このカメラキューブをですね、このジップを開けた状態でこのサイドの部分に来るようにこんな感じでここもねしっかり連結させておいて、これで締めてですね、この状態でサイドのジップを開けてあげるとこんな感じでこの横からカメラをこういう風に取り出せるっていう使い方ができますね。これに関してはカメラバッグによくあるサイドアクセスっていうのをこのトラベルバックパックにも落とし込んだような形になると思います。カメラバッグとかお持ちの方はね結構わかると思うんですけど、移動中とかこのサイドアクセスできることによってね結構スムーズにカメラを出し入れできるので、この使い方をできるようにしてるのはさすがピークデザインっていった感じですかね。はい、長々とこのピークデザインのトラベルバックパック45リットルのモデルを紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。個人的に気に入ってるポイントっていうのは全部です。このバックパックの全てをね僕は結構気に入ってます。拡張機能があるところと、この中身の収納を自分の好きなようにカスタマイズできる点もそうですし、あとはこのジップのねさりげないセキュリティ面っていうのも考えられてるのもそうですし、あとはなんだかんだ言ってもこのデザインがね結構気に入ってます。ほんとシンプルですよね。オールブラックでブランドのロゴに関してもブラックですよね。全然主張してこない感じのさりげないブランドロゴっていうのも気に入ってますね。背負った時のフォルムっていうのもね結構個人的には気に入ってるので、デザイン性っていうのも結構重要になってくると思うんで、その点を踏まえてもね結構総合的に僕はこのバックパック気に入ってます。あえて一つ懸念点っていうのを言っておくと、やっぱりなんと言っても値段ですよね。この撮影してる時点でさっきね公式サイトとかいろんな販売サイトっていうのを見たんですけど、だいたい平均して5万円ぐらいはねしてくるんですね。このバックパック単体でですよ。これ単体で5万円ぐらいしてくるんで結構高いですよね。そこがねなんと言っても一つ懸念点ではあるかなと思います。あとはこのバックパック中身に関しては何の仕切りもない一つの収納スペースになっているので、収納をカスタマイズしていくためには別途ねパッキングキューブとか、カメラ使う方に関してはカメラキューブとかっていうのを買っていかないとこのバックパックを最大限にね活かすことはできないんですよね。でその収納をカスタムしていくアイテムっていうのを同じねピークデザインの純正のアイテムで揃えていこうと思うと、その一つ一つがですね結構いい値段してくるんですよね。この周辺のカスタムするアイテムに関してもピークデザイン純正で揃えたいよって方はね全体的に結構な値段してくると思います。なのでそのパッキングキューブとかっていうその周辺のカスタムするアイテムに関して、特にね純正品にこだわりがない方に関してはもう全然100均のものとかその辺のアイテムで固めていく方が全体的なコスパっていうのは良くなるかなと思います。僕はですねこのバックパックを使ってがっつり長期の旅行とかっていうのをしたことがないんですけど、そのパッキングキューブとかっていうのはAmazon とかその辺で安く買えるものでちょっと揃えていこうかなと思ってます。もしですねなんかいいパッキングキューブとかっていうのがあったらコメント欄で教えてください。はい、ということで本日の動画は以上になります。もしですね参考になったよって方はいいねとチャンネル登録お願いします。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。